それでは今回は、シャツカラーと呼ばれる中でもステンカラーと呼ばれる襟の、製図をしていきたいと思います。今回も、前回スタンドカラーを使った時の、見頃をそのまま流用していきたいと思いますので、原型は前回の修正したものをそのまま使っていきます。前襟ぐりは、12.42、後ろ襟ぐりは 8.47 の数値でいきます。ではステンカラーの製図を始めていきます。まず、基準となる線を用意したいので、シフトじゃない、コントロールをしながら、横に長めに線を取ってください。そしたら、起点から直角線を上に引いてほしいので、まあ大体こんなもんですかね。で、基本的な、数値はいろいろ引き方があると思うんですけれども、今回は、基準にしたこの線に対して5センチ上に平行線を上げて作っていこうと思います。なので起点に対して上側に5センチ。はい、こんな感じですね。そしたら最初に、この起点の部分から、ここがセンターバックの線になるんですけれども、まず横に、8.47 を取っていこうと思います。平行線で 8.47、 この線に対してこっち側ですね。はい、ここが 8.47、 後ろ襟ぐりの寸法になります。でここからこの基準の5センチ上げる前にした基準線ですね、ここに対して、直線を引いて、それがこの前襟ぐりと同じ寸法になる位置を探そうと思います。なので、ちょっと多少変わるとは思うんですけども、平行線で、ここを 12.42 にして、ここに対して、ここですね。はい。そしたら、下の方に伸ばしておきたいので、延長でこの線をこっち側に伸ばしておきます。で、ここですね。この5センチ、上げた部分を直線でつないでいきます。はい、こんな感じですね。これが、最初に基本線になります。そしたら、襟腰と襟幅を設定していこうと思います。じゃあですね、平行に、2.5 を襟腰に上げて、3.5 にしてみましょうか。1センチ差をつける感じですね。なので平行線を 2.5 に設定して、ここから、いらないな。一旦ちょっと線をカットしておきます。平行線で、ここの線を基準に上に 2.5 センチ。で、さらに1センチ差分をつけたいので 3.5 をこの線からさらに上側に設定していきます。そうしたら、一応ここの線を、まずここですね。ちょっと角がきついので、ここをちょっと、引き直していこうと思います。こことここですね。で、せっかくこの襟腰分を作ったので、それよりも超えないように、基本は下げですね。違和感ないんで、このままいってみましょうか。はい。そしたら、まず最初にノッチを作っておきたいので、基準線として、先ほど引いたこの線をここにぶつけて、線カットして、長さをちょっと測ってみます。8.5。ほぼ 0.03 ミリなんで一緒なんでいいかなと思います。そうしたら、直角線をここにも引いておきましょう。はい。こうですね。じゃあ前側も、長さを測っていこうと思います。13.26。ちょっと大きいかな。ちょっと大きいので、約8ミリですね。ちょっとこの前の部分を、短くしていこうと思います。移動の作成か。修正か。修正のノブノードでここを触って、ここをじゃあまず4ミリ短く、8ミリか。8ミリ短くした寸法を作りましょうか、まず。線カットをして、短縮の数値を、マイナス 0.8 にして、こうですね。そしたら一旦ノブノードでここのカーブのこの起点を移動します。
はい。そしたら 12.52 になりましたね。約1ミリ。ちょっと、短い方がいいから、もう1ミリずらしましょうか。はい。こんな感じですかね。はい。ほぼ同寸ですね。これでいきたいと思います。そしたら、ここの起点を、もともと別に後で消すんでいらないんですけど、こういう感じにしておいて、そうしたらですね、どうしようかな。襟の形も自由に決めていいので、それは最後にやろうと思います。この、平行線に対して、ここに対して自然につなぐ線を引きたいので、直線を結んでおいて、ノードじゃない、引き直しでちょっと修正しておきます。こうですね。で、ここもまた、こんな感じに自然になってればいいかなと思います。そしたら襟の形なんですけど、自由にですね、感覚で引いてもらっても構わないので、こんな感じかな。で、こことここを自然につないであげるイメージですね。なので、ここのポイントとここのポイントをつないだら、引き直しを使って僕の場合はここを修正していきます。で、極論ここ盛り上がっても、襟としては別に違和感はないとは思うんですが、ここ上がるんだったら、センターバックの位置をこうちょっと上げてあげないとちょっと違和感かなと思うので、今回はこういう風にちょっと最初よりも調整してあげたもので作っていこうと思います。で、例えばここの、三角形に関しては、角丸を使えば、ここ丸くできます。こんな風にもできますし、ここの半径ですね。例えばここ2センチにしてあげて、こことここをやれば、よりここから2センチずつのところを丸くしてくれますし、0.5 にしてみたら、それよりも小さくですね。本当に、こういうニュアンスをつけることができます。これを使って、ベースとして、やっていこうと思うんですけれども、襟腰、今回は、ちょっと分かりやすいように書きましょうか。ここですね。襟腰と襟幅っていう感じなんですけど、僕は襟腰よりも襟幅の方が、必ず基本は5ミリから1センチは大きくなるように設定します。それは黒で後で説明しますけれども、基本的に襟腰っていうのは、センターバックの部位になる一番高いところっていうイメージでいいと思うんですけれども、基本的に襟腰のここが、見頃のセンターバックと縫われるんですが、そこのこの襟腰部分は、この襟幅で隠れている状況になっていてほしいと僕は美しいと思うんですね。なので、ここが見えていると、ちょっと洋服の構造としては、狙っていてそこを作りたいというものでない限り、あまり僕は推奨しないかなという考えで作っているので、基本襟腰よりも襟幅の方が大きいっていうことを僕は意図して作ってます。じゃあちょっと必要ない線を消してからちょっと整えていきましょうか。はい。こんな感じですかね。そしたら、ですね、もう一度分かりやすいように襟腰が 2.5。襟幅が、さっき調整したので 3.76 ですね。で、後ろ襟ぐりが、8.47 に対して 8.5 なので、0.03 ミリ。許容範囲かなと思います。で、前は、0.02 ミリ大きいんですけど、ほぼ同寸かなということで、こういう風に、ステンカラーを作ってみました。ではもう一個、襟腰をもう少し広くして、襟幅もそれに対して、同じく大きく作った、ここのですね、最初の初期設定が低いバージョンもちょっと作ってみようと思います。比較用ですね。はい。そうしたら、製造方法は基本一緒なんですけれども、また線で、シンプルにまっすぐ引いて、起点の上90度開きます。で、そうだな。今度はじゃあここをさっき、5センチにしたと思うので、じゃあ2センチぐらいのちょっと低め、半分以下にしてみましょうか。これに対して、間違えた。これに対して上を設定して決めます。で、また平行線の長さを、8.47 にして、ここから、こちら側に引いて、OK ですね。そうしたら、ここからまた前分ですね。12.42 を
を作って、ここからこちら側に基準線を引いておきます。そしたら、線を使ってまた同じように斜めに設定したら、襟腰ですね。今度はさっき 2.5 で作ったので、4の 4.5 でいってみましょうか。4センチにして、この線に対して、上側に平行して、さらにそこから、じゃあ 4.5 にして、この線をさらに上に 4.5。はい、こういう感じで線を引いてみました。そうしたら、ですね、余計な線をちょっと切ってカットしていきます。こうで、ですかね。そうしたらちょっと消しましょうか。ここがいらなくて、で一旦仮でもうこれ基準になったので、まずここの線を、測っていきます。測ってきてなかったですね。すいません。ここが、そうですね、8.4 なの同じなので、まあ同数なんでいいかなと思います。そしたらまずここのカーブを、整えていきます。引き直しを使って、ここの線をきれいにします。で、ここ持ち上がってるのは変なので、起点に沿うと、まあ大体馴染むかなと思うので、こんな感じですね。そしたら、ここの交点をですね、線カットしてあげて、もう一回長さチェックしようと思います。ほぼ同寸ですね。大丈夫かと思います。じゃあ前を測りましょう。12.55 なので、まあ、1ミリちょっと長いので、これを修正していきます。ノブノードでこのポイントを触って、ここのポイントをちょっとずらす感じですね。12.37。約1ミリ短い。まあ。はい、これでどうするんですかね。はい、いいと思います。そしたら、先ほどと同じように、ですね、またここの起点をぶつけてあげて、線を決まったここのポイントに合わせて、また、襟腰に対しての R を修正していきます。こっちか。引き直しを使ってこうですね。おっと。線を切ってなかったので変になりました。引き直しを使ってこの線ですね。で、ここはまあ、このせっかく起点が残っているので、それの線を合わせて下げるとまあ、違和感ないかなと思います。はい。そしたら、また同じく、だいたいこの延長線上で、またデザインは自由でいいので、じゃあ角度、一旦合わせてみましょうか。この線を、移動で、コントロールでコピーして持ってきて、ダメだ。ですね、いいんですけど、この線で、ここですね、起点を元にしてコピーして持ってこないと。起点を元にして持ってきて貼り付けることで、ここで、同じ感じになります。なので、この、角度の線をそのまま使って、こういう感じですね。つないで同じように、引き直しを使って、こことここの線、またやってしまった。カットしてからですね、線カットをして、余計な線消して、引き直しをして、つないで、で、また今度はこっちをちょっと上、平行に上げてみましょうか。ちょっと変なので、ちょっと線を伸ばしましょう。数値設定で、ちょっと長いんですけど、2センチ伸ばしておきます。で、引き直しをして、こことここやって、この線をまた起点にして上にこう上げる感じで、だいたい直角にしようと思います。これやってみましょうか。こういう感じですね。はい。で、一応念のために直角化して、ここが直角になってるよっていうのを確認して、はい。修正しておきます。そしたらこの線を短くして、この線はもういらないから、消すんですけれども、ノッチを入れておきましょうか。この直角線1センチで入れてる理由は、黒状でちょっと見にくかったので、ノッチだと。たまに入らないこともあったので、わざと直角線を入れてます。はい。こん
んな感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。そしたら同じようにしたいので、角丸の 0.5 を使って、ここを丸くしておきます。はい。これが、ほぼ、角度は同じなんですけれども、襟腰と襟幅と呼ばれるものを長さを変えて作った状況になります。こっちは4センチの、こっちは4点、修正したので84。こっちは 2.5 の 3.76 ですね。なので、パッと見ももちろん、違うと思うんですけれども、縫った時にどのような変化があるかを確認していきたいと思います。はい、それでは、こちらを、パーツ化していきます。で、パーツ化を選びまして、全カテゴリーを選択、実行。で、ここ今アウトラインがつながってないので、ちょっと変更しなきゃいけないと思うので、ちょっとそれ以外やってみましょう。これを実行で、OK。これを実行で、線が離れてる可能性がありますね。ちょっとやめましょう。じゃあ、こっちで実行で OK。ちょっと修正していきますね。どこだろう。じゃあこれを点線に修正してみましょうか。点変更で点線で、これでどうだろう。反応しないですね。変ですね。そうしたら、線をちょっと消して引き直してみましょうか。これでどうでしょうか。いけましたね。はい。じゃあこれで、パーツができたので、保存していきたいと思います。ファイルから、ファイル保存の、DXF。で、全パーツで実行します。はい。それでは黒の画面に移ります。はい、黒の画面に移ってきました。そしたら、こちらの方に、先ほどのデータを、インポートしていく、追加でインポートしていきたいと思います。ちょっと前回の、見頃をそのまま流用したいので、ここのですね、襟ぐりを修正したものはそのまま使いたいと思います。では、ファイルから、インポート追加の DXF。ファイルを選択したら OK をしてデータを開きます。で、こちらの見頃は同じものなので、デリートで消しちゃって、今回は襟だけを活用していきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、作っていくときに、特に今回分かりやすく、こういうふうに、パターン上ではこう、綺麗な R が書かれてたんですけれども、黒上ではこういうふうに、パーツが欠けて見えるっていう場合があります。これはですね、メッシュと言いまして、その構造体が、小さいものと、こっちの方が見やすいですかね。はい。こういうふうにですね、一つ一つのパーツが薄くちょっと引かれている。こっちの方が見やすいかな。こういうふうに、この襟のパターンを形成しているものが、こういうふうな細かいパーツが実は連なって、こういうパーツ1枚に見えるように、処理されてるんですね。なので、このパーツが今、先ほど衣装完成度を下げるで、1パーツ約 20mm に設定してあったので、こうなります。なので、衣装完成度を高めるで、これを、20から5に細かくするとどうなるかというと、はい、こんな感じに自動計算されて、先ほどよりもメッシュといいまして、一つ一つのパーツ構成が細かくなりました。こうすることによって、先ほどちょっと角が取れたような印象なパターンがより細かく分けられます。なので、データ上欠けて見える場合は、綺麗に見えるためにそこのメッシュを細かくするですとか、他にもいろいろなアプローチは考えられるんですけども、そういった手順が必要になります。では、ちょっと作業しやすいように衣装完成度を下げておきます。はい。それではまず、1つ目の襟から作ってみようと思いますので、この襟は一旦固定で放置しておきます。そしたら、ここですね。この襟はそうだな。向かってこちら側の配置がいいと思いますので、まず、右クリックで対象パターン縫い合わせを含むで反対側を作っておいて、配置点を使ってこの襟をこうですね。こっちか。反対側ですね。こうか。
こんな感じに配置してみました。そしたら、縫い合わせの指示をしていきます。まずはセンターバックをこうですね、縫ってあげて、今こちら側反応しているので、ここですね。後ろ襟ぐりと後ろ襟ぐり、前襟ぐりと前襟ぐり。はい、こういう感じで、セットできたので、一旦シミュレーションをかけてみます。はい、こんな感じですね。襟のパーツが大きいので、ちょっとこういう風に、崩れてしまったので、これを2つの方法を使って整えながら設置してみようと思います。まず最初に、このパーツを選択しまして、右クリックで、強化というものを選んで、針を出します。これでシミュレーションをかけると、まずこういう風に、ピンとこう張った状態ができます。そしたらですね、今度、一旦この針を出したものを、強化を解除しまして元に戻したら、3D の方にですね、ここに折りたたんで配置というものがあります。そうするとですね、この、作った内部の線、こういう風に選択できるようになります。で、これを選択するとどうなるかというと、ギズモと言いまして、コントローラーみたいな感じのが出ますので、これをこういう風に開くことで、折り返り線だったところに直接アプローチしてこういう風に畳むことができます。はい。では、この状態でシミュレーションをかけてみましょう。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。結構スムーズに着せ付けられたと思います。そうしたらですね、このデータが軽い状態で、こう、着せ付けを軽く整えてあげたら、一旦この状態から衣装完成度を高めてあげて、襟の構造ですとか、そういったものが安定するかどうかをシミュレーションで確認します。はい。でですね、ちょっとこの辺が安定してなさそうなので、こう、左クリックで、持ち上げてつまんで持ち上げるですね。つまんで持ち上げるという動作を、丁寧に行うと、バランスいいところが見つかってくると思いますので、ある程度落ち着いたらこれでシミュレーションを止めてみてください。この辺ももうちょっとかな。で、身ごろをちょっと。はい、こんな感じですかね。そしたらですね、ここの表示を、表裏を見るために厚みをありにしてみると、こんな感じで出来上がるかなと思います。こんな感じですかね。ちょっと分かりにくいので、身ごろの襟を身ごろの生地を変えてみようと思います。ですね。身ごろに対してこの生地を当てて、この生地の色を、じゃあちょっとグレー、濃いグレーにしてみましょう。はい。こうすると、大体襟の大きさが見やすくなったと思います。どうでしょうか。こんな感じですね。じゃあ、この状態で一旦ちょっと針を出すために、芯を貼ってみましょうか。いい感じで落ち着きそうですね。はい。これが襟腰が、今回 2.5 と襟幅が 3.8 の場合のステンカラーのパターンになります。ではもう一つせっかくあるので、もう一個の襟腰を高くしたものを作ってみましょう。では一旦これを残しておきたいので、全パーツ選択して右クリックコピー。で、上の方で、貼り付けをしていきます。はい。そうするとですね、こう上の方に出来上がってくるので、まずちょっと被っているパーツは削除しておこうと思います。ちょっと高すぎましたね。この辺にいてもらいましょうか。そしたらですね、こちらの方の襟のパーツは、一旦、削除してももう大丈夫なので削除しちゃいます。
そしたら、ここのパーツは形状を維持しておきたいので、このまま全パーツを選択して右クリック固定で固めておきます。じゃあこちらですね。固定を解除して右クリック対象パターンを含むで反対側を作ります。そしたら、配置点をまた出してあげて、逆ですね。こうかな。はい。こういう感じで配置していきます。では同じように、センターバックの襟部分を縫い合わせて、後ろ襟ぐりを縫っていきます。こっちですね。あ、ちょっと見えない。ここですね。こことここ。センターバックから肩のノッチまで。はい、こんな感じです。で、同じように、そうしたら、強化で先に針を出しておきます。強化した状態でシミュレーション。はい。で、ついたら、一旦強化を外しまして、折りたたみ設定をして、ここをまたこういう感じで折りたたんでいきます。なんか裏返ると分かりづらいですね。で、先ほどと同じような条件にしたいので、2パーツを選択して芯も貼ってしまいましょう。はい、こういう感じですね。表と裏の表示を、統一するために、厚みありを選択してから再度シミュレーションをかけます。はい。いいんじゃないですかね。すごくなんか、表情としては落ち着いたかなと思います。じゃあちょっと見比べてみましょうか。ですね。パーツを選択して、右クリックで固定解除をすると、同等な色になります。で、よくよく見るとですね、ちゃんと、角度を見ないと、真横にあるようで、実は、Z 軸という横行きがずれている可能性があるので、こういう風な感じで合わせてあげると見やすいかなと思います。はい、並べてみました。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。当然ですけども、襟腰を変えるので、今ちょっとアバターを消しますね。ここですね。このセンターバックの、生地の分量が変わるので、当然、いわゆる、襟腰と言われる、このセンターバックから持ち上がっている部分が高い分だけ、首の後ろの方が隠れる形になります。で、低い分だけ、今度は低くなるので、多少比較すれば横のこの首の付け根の空間が広くなるかなっていう感じですね。コピーして、この襟先を作ったので、ここの形状は、ここの外回り分量に関して以外はほとんど同じアプローチなんですけれども、襟腰の幅と襟幅の差がある場合、これぐらい見た目の印象に差が出ます。もちろん細かいことを言うと、微差かもしれませんけれども、ちょっとこの、構造をしているだけで、自分の表現したい作りがパターンを引いてくださる人、もしくは自分のブランドとして表現したいところに、アプローチできると思います。なので、襟腰と襟幅が持つものに対して、極端な違いはないかもしれませんけれども、こういった構造に差が出るということを見ていただければと思います。では最後に、パターンをわざと変えて、さっきの襟腰が見える見えない問題をちょっと、可視化していこうと思います。パターン編集からですね、この内部に残っている線を選択すると、カット&縫い合わせという選択ができて、ここを切ることができるんですね。はい。で、これが、分かれている下の部分が襟腰で、上が上側に見えてくる襟の部分ですね。これにわざわざちょっと色を塗って、どういったことかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。はい。で、一旦これをやれてしまうと、選択して指示した芯とかが外れてしまうので、もう一回芯は入れてください。はい。これでほぼ同じですね。で、一旦、そしたらこれで、生地を追加して、この襟腰の部分をじゃあちょっと分かりやすく
ちょっと赤にしてみますね。はい。そうしたら、パーツのこの部分ですね。これを赤に。ちょっとどぎついですね。はい。じゃあこんな感じで準備できました。で、襟腰の部分がこういうふうに赤いので、裏側を見るとこういうふうに完全に、白くて、特に変化がないように見えるかと思います。なので、ちょっと、テクニック的にはちょっと細かいんですが、一旦ですね、ちょっとですね、全部固定しまして、動かないようにした状態で、この襟だけを動く状態で、ちょっと差を見ていただこうと思います。はい。今白くなっているので、ここだけ動かないです。結局ちょっと赤くしたの意味なかったですね。こんなハンガーイラスト風になんてこともできます。簡易レンダリングで光の当て具合も確認できます。そしたらですね、これで先ほど言ったのがどういうことかというと、シミュレーションをかけると、襟だけがですね、今、上襟の部分だけが、今動かせる状況です。これが、こういうふうに、地の襟、いわゆるその襟腰部分が見えてしまうと、ちょっとまずいんですね。見た目が美しくないというふうに捉えられやすいので、ちょっと固定をここも解除しておきましょうか。ちょっと分かりづらいですね。これで見えますかね。ここを避けたいんですね。こういうふうに、襟の中心が見えてしまう。本来はこっちの方だけで見えてほしい。この立ち上がってる部分が、こういうふうにちょっと見えてしまうっていうのは、僕はちょっと美しくないなと思うんですよね。なので、基本的に襟腰よりも襟幅の方が長くないと、この立ち上がった部分から折ってくるので、生地の厚み等々を考えても、確実に3ミリから 5mm は、厚み分量で持っていかれてしまうんですね。なので、同寸にしてしまうと、基本的にはこういう風に襟腰の部分が見えてしまうと思います。なので、これは人それぞれ好みにもよるかと思いますが、基本的にはここが見えてしまうのは僕は好きじゃないので、あまり推奨はしません。ですが、別にこれはデザインであり好みなので、もちろん見えてる、もしくは見せるっていうことも全然間違いじゃないです。ただ、今回の動画でお伝えしたいことで、僕だったらこれはしませんというような感じで、一言、その構造としてはお伝えしておきたいなと思います。はい、こんなところですかね。じゃあちょっと衣装完成度を上げて普通に、シミュレーションでなじませてみましょうか。今着ているのがこちら側なので、こちらのパーツの固定を解除して。でですね、もう一個だ。今回、ちょっと今見せるために赤く、色分けするためにもここをカット&縫い合わせということで分けたんですけれども、その指示をしたときにちょっと変わることがあるので、一つ、違いを見てもらおうかなと思います。この縫い合わせ編集で、今着ているのが下側のこのパーツです。なので、ここを縫い合わせたままの状態にしています。で、縫ったところを触ると、属性編集のところに縫い合わせタイプというものがあります。基本は、このカスタムっていう形になってるんですが、ターンドという風に選べるものがあります。なので、こちらの今、白く固定してですね、アバターが着ていない方をちょっとターンドに変えたらどういう差があるかっていうのをお見せしたいと思います。縫ってるところを選択しまして、縫い合わせタイプをターンドにします。こっちもなってるかな？なってますね。そしたら、パッと見わからないと思うんですけども、シミュレーションかけると結構差が出るので見てもらおうと思います。
こちら側がかけた方です。はい、わかりましたでしょうか。ターンドっていうのは、この縫い合わせたところを、縫製用語で言うと、毛抜き合わせって言われるんですけれども、縫い目を、きっちりと、その折り目に出す感じですね。で、この、カスタムになっている場合は、洋服でいう規制と言いまして、少しどちらかの布に対して、重なっているというようなイメージでいいと思います。なので、ちょっと角が立ちにくいようなシルエットになります。なので、折り目をはっきりとさせたいときは、こちらのターンドを指示することで、アイロンでプレスしたようなラインを作ることができるので、ここの、切り替えのメリハリをつけたい場合は、この指示を忘れずにやっていただくといいと思います。こんな感じですかね。今回は、ステンカラーと呼ばれるシャツカラーの一つ、襟につきまして、製図の方法と、襟腰と襟幅の、違いによって、引く時のポイントだったり、その差、そして、黒状で縫い付けるときに気をつけてほしいところなどの解説をさせていただきました。皆さんのデザインのヒントになりましたら幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。